こんにちは、市川ハーブです。今回はセダムの増やし方、挿し木を詳しく説明していこうと思います。挿し木もやり方がいろいろあって、こういう小さいトレイ、1マスが小さいトレイ、うちではこのトレイが288個穴開いた状態のやつを使ってるんですけど、あとホームセンターに売ってるこういうこれくらいのサイズのやつとか、あとポットに直接刺すっていうやり方もあります。これはどれくらい数を作りたいかとか、水やりがこれだとすぐ水が乾いちゃうので、水やりをこまめに調整できるかっていうのが大事になるんですけど、あまり数をいらないよとか、水やりが頻繁にできないよとかっていう場合はこういうやり方とか、このポットに直接刺すとかっていう場合がいいと思います。で、使う苗によっても相性があったりするので、どのやり方が自分に合うのかっていうのを見ながらいろいろ試してやってもらうといいと思います。やっていくうちにまた慣れてくると思うので、はい。で、今回はこれくらいの葉の小さい葉が小さくて薄いタイプのセダムの説明です。また今度、葉が肉厚だったり大きかったりする場合はまた違うやり方になるというか、水の管理とかが変わってくるので、次の機会にやります。でまずこのトレイ、いつもうちでやってるやり方をやっていこうと思います。うちではなるべくこういう目の小さい苗をで見るか、このくらい小さい感じで、これくらい小さくしたものをこんな感じで乗っけていきます。これでこういうトレイの場合はうちではこれくらいの小ささのやつまで使います。よいしょ。よいしょ。はい、うちではこんな感じでやってます。で、これが結構おすすめになると思うんですけど、でこういうくらいの大きさのこれトレイに植える場合はこれくらいの株をこんな感じで植えてもらうのがいいかなと思います。発根するまでの時間がこれくらいの株の場合と、こういう大きさの場合だとこっちの方が全体的に力があるので、やっぱり発根するまで早いんですよね。でその後のちょっと乾かしちゃった時とか、水もやりすぎちゃった場合とか
の場合でもこっちの方が強いんですよね。なんであんまりこんな小さすぎる苗は使わずに、これくらいのある程度の大きさあるやつを使った方が発根の確率というか発根させるまでの時間も早いし、枯れさせるっていう心配が少なくなると思います。こんな感じで、このやり方がおすすめですね。で次、ポットに直接挿す場合、これとこれの場合の土なんですけど、うちでは、地元の土屋さんが持ってる種まきの土っていうのを使ってます。で、土の種類とか肥料の量とかいろいろあるんですけど、セダムの場合はあんまり肥料が効きすぎても早く育っちゃって、根がちゃんと回る前に上が育ち始めちゃったりするので、肥料が少なめの土をうちでは使ってます。ホームセンターとか園芸店さんにもいろんな種類の種まきの土や挿し木の土があるんですけど、皆さんのやり方や環境によって合う土っていうのは、合う土やこのトレイとかポット、どういうやり方でやるかっていうのは人それぞれになってくるので、おすすめのこういうやり方を一回やってみて、ちょっと違うなって思ったらこっちとかこっちとかいろいろやり方を試してもらうのがいいと思います。はい。で、あとこっちのやつは普通の花の培養土とか肥料がそれなりに入ってるやつで大丈夫です。で、なるべく小さめのこういう株よりこういう大きめの力のあるやつでやるのがいいと思います。このやり方がおすすめですね。今すごく挿し木にいい時期なので、ぜひやってみてください。水やりのタイミングなんですけど、うちではこれ挿してすぐにしっかり水をあげちゃいます。土やトレイが清潔であればそれほど菌がどうとかって心配しなくてもいいと思うので、苗も切ってすぐうちは乾かさずに植えてます。でその後直後にしっかり水をあげて、で次に水をあげるのはある程度乾いてからあげます。完全に乾ききって乾いた時間が長くなってくると、この葉っぱに持ってる水分がセダムの場合は少ないので、チリチリになっちゃいます。乾きすぎると。なんで完全に水分がなくなる前に次しっかりまた水あげるっていう繰り返しです。うちでこれの水やりは今3月4月の時期で、晴れた日が続くと2日か3日に1回くらいはあげてます。その間雨とか曇りの日が挟まったりするともうちょっと長いスパンであげる感じになってます。でその後の水やりとしては、これが発根してきて、根からも水を吸い上げるようになると、自然に今まで根が出るまでは自然に乾いた乾燥して水をあげるっていうペースだったのが、これ育つにつれて必要な水分の量が増えてくるんですよね。発根し始めの時から、あと
しっかり発根して上の葉の量が増えてきたら葉から出ていく水分も増えてくるので、どんどん育つにつれて水やりの間隔は狭くなっていきます。で、あとうちで最初この植えた直後の水やりなんですけど、うちではメネデールを使ってます。この今出てる画像のやつなんですけど、これを100倍に薄めて最初かけてあげるんですけど、そうするとすごい発根が早くて、普通この品種で発根までどうかな、1週間かなんか4、5日で出るとしたら2、3日は早くなる感じです。ですごく揃いもよくいい感じに出るので、うちでは使ってます。この写真のやつは20リットルって書いてますけど、小さい入れ物でも売ってて1000円もしないくらいで買えると思うので、よかったら試してみてください。で、苗作りがうまくいって、次植え替えのタイミングなんですけど、根がこんくらいになったら植え替えていいタイミングだと思います。で、これはちょっと植え替えるタイミングが遅くなりすぎて、苗が大きくなりすぎてしまった場合、こういうプラグトレイだと中に空気が入らない、風が入らない場合が、こう株元から菌というか病気になって、この茶色くなってるの分かりますかね、株元の。この、はい、根元の茶色くなってるところ、あれがもっと進行すると腐ってくるんですけど、こんくらいならギリギリセーフかなっていう感じです。これもっと気温が上がってほっとくと中からどんどん腐っちゃうので、こうなる前に植え替えてあげてください。今回はセダムの増やし方、小さな葉のタイプの挿し木をやってきましたが、ポイントとしては、自分に合ったやり方を見つける、トレイの大きさ、プラグトレイの大きさや土の種類、水やりタイミングとか人によって違うので、自分に合ったやり方を見つけるっていうのと、あと発根の速さを早めるっていうので、メネデール、これニカ鉄っていう成分が入ってるんですけど、それが効いてるみたいです。おすすめです。で、あともう一つが、大きくなりすぎて病気になる前に植え替える。これ本当にこれから春の時期、いい天気の日が続いて水もいい感じであげて、調子よく育つと一瞬でバーッと大きくなっちゃうので、そのタイミングを外さないっていうのがとても大事になります。市川ファームではこんなやり方でやってますんで、もしよかったら皆さんやってみてください。ちょっと言い忘れてることとか、またわからないこととかあったらコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。